が7本しかない。あれ皆さん、おはりんじゃー。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回は、こちらのアシェットさんのピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウス38号を組み立てていきます。で、これまでのピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウスの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そして、いいね評価やコメントなど、いつも本当にありがとうございます。それでは、早速、今回はね、前に作ったこの花壇を仕上げていくような感じになるみたいです。それでは早速作っていきましょう。頑張っていきまーしょい。はい。それでは今回の内容が、まずこれが棚板が3枚分、1、2、3枚分と、あとこれがフレームが2つ分。まずこの2つで棚を作って、あとこれが畑の土で、これとあと前に作ったこの花壇と同じく前に作ったこのね黄色いお花、それから前回作ったこの緑の植物を使ってこの花壇を仕上げていきたいと思います。で、この畑の土に関しては前にもかぼちゃの畑とかを作った時に使った古い方の分がサリーは残っているので、サリーはね新しいのを開けないでこっちを使おうかなと思います。じゃあまずは今回のメインはねこっちの花壇の方だと思うので、まず最初はこれを切って貼り合わせて棚を作っていきたいと思います。よし、じゃあまずはそれぞれのパーツを分けてあげて、よいしょ。でこっちも分けて、よいしょ、分けてあげて、でこれをまずここの部分、この部分とこのねはしごみたいになってるこの下の部分、下の板のここの上の部分塗った方が分かりやすいかな。ここにボンドを塗って、でこっちの板の方もこのねカクってなってる部分にボンドを塗って、でこれをよいしょ、こことこの部分を合わせて貼ってあげる。なんかここささくれができてるね。見える？ささくれができてるのでちょっとここ取ってあげよう。よし、こんな感じかな。そしたら反対側も同じようにここのポコってなってるカクってなってる部分と、あとはここの部分、この部分に塗ってあげて、こっちも塗ってあげて、このね切った汚くなってる方、ここの切った跡がある方は同じ向きになるようにちょっと気をつけてあげて、こうやって留めてあげた方がいいかなと思います。これね切った線が全部後ろというか一箇所一つの方向に集まるようにしてあげると表が綺麗になるんじゃないかなと思います。そしたら今度はこっちから先につけなくって、まずここ板3つつければよかったのか。まあいいか。そしたら次真ん中ここの部分ボンドを塗ってあげて、でこのカクってなってるところも塗ってあげる。さっきと同じ要領ですね。同じ要領でボンドをつけて、この切った向きを少し意識してあげて、で入れる。反対側も入れてあげる。入れてあげる。よし、OK。ちょっとずれたね。はい、こんな感じ。ちょっとね本当はこっちが最後だったからちょっと順番バラバラになっちゃったからやりにくいけど、ちゃん
とテキスト通りの順番でやれば歪んだりすることもないはず。よし、そしたら最後も同じように、こっちはねサリー真ん中残しちゃったのか。真ん中だったところだから両面にこのね切った跡があるので、まあ綺麗な方を表にしてあげればいいんじゃないかな。こっちかな、こっちよりもこっちかな。表にして乗せてあげる。よし、これであとは歪まないようにちょっと注意してあげれば、これが乾けば今回の棚の完成です。そしたら今度こっちに行こうと思うので、このねコルク粘土、畑の土を出してきます。あ、なんか7号の時についてたやつだったみたい。すごい懐かしいちなみにこれね後の号でも使うみたいなのでいいのかな。とりあえずの余ったら残しておけばいいのかなと思います。で 10g って書いてあるんだけど、測りは持ってきてないので、まあ適当でいいかなまあそんなに大きくもなくていいかなと思うので、よいしょ、こんなもんかな。なんかね花瓶じゃない、花壇の大きい方、こっちに一応詰めてる感じなので、あ、なんかすごいしっとりしてる。こっちに入りきるようにまず取って細長く形を整えてあげて中に入れていけばいいかなと思うけど、まだこれ大きいかな。よいしょ、ちょっとね細くしてあげて、こんな感じで透明容器のこの透明の部分が見えなくなるように結構持ってるように見えるので、見本がね、ちょっとサリーもそれを真似して持っていきたいと思います。結構ねジャストぐらい、この透明な容器は見えたくないんだけど、あんまりこのレンガのところからはみ出したくもないような感じっぽいので、ちょっとそこは意識してくっつけていくというか詰めていきたいと思います。こんな感じかな。どう？結構良さそう。よし、大丈夫そうだね。よし、じゃあこれと、あ、今回小さい方の花壇には入れないっぽいので、これをまた密封してジップロックに入れて保存しておきたいと思います。はい、そしたらこの今持った土のところに前に作ったこの黄色いお花を10本と、こっちのこれも前回作った緑の植物を6本植えていくんですけど、なんかねおかしいんだけど、サリーねこの黄色いお花が7本しかない。あれあれ、どっか違うところに入れてるってことはないと思うんだけど、もしかして7本しか作ってないとか。あれ、とりあえずなんかね全部出したら7本しかなくってちょっとおかしいんだけど、とりあえずこれ今ある分で作っていこうかなと思います。なんでなんだろう。そしたらとりあえずこっちもこっちもこの下の茎の部分を2センチ分ニッパーで切ってしまいます。結構サリーの2センチ切るとここギリギリなんだけど大丈夫かなじゃあとりあえず切っていきたいと思います。今の子だけかなあ、今の子だけっぽいななんかすごい下につけてるのが1個あったみたい。じゃあとりあえずそんな感じで切っていきたいと思います。わっここ取れた枝が取れちゃった。この子はちょっと応急手術が必要ですね。ここをもう一回ボンドつけてあげてこんなことある？でここもくっつける。こんな感じでいいかな。よし、
続きもやっていこう。まだ終わってない。はい、じゃあこんな感じで、ここの下の部分が短くなりました。そしたら、まずはこっちの黄色いお花の方からバランスを見つつ、ここに植えていきたいと思います。まあ、7本しかサリーのないからな。ちょっと待って。このさ、紙の部分がちょっと取れちゃった。いやー、なんでここの紙の部分取れちゃうの？どうして？これじゃあ植えられないじゃない。よし、とりあえずこんな感じで他の子からいってこう。まずは真ん中にブスッと刺してあげて、まあ7本しかないからな、サリーのはな。適当に散らす感じで。で、できるだけこの前の方にこっちのね、葉っぱの方を刺していくので、少し半分より後ろの方でこのお花たちは刺してあげた方がいいみたいです。こんな感じかな。よし、こんな感じ。そしたら次、この葉っぱの方もバランスを見ながら手前の方に刺していきます。どこに入れよう。ここ？よし。はい、こんな感じ。なんか前回この葉っぱ失敗しちゃったけど、結構ね、今回失敗したのを多めに入れてみたんだけど、なんかこういう風になるとあんまり失敗がわからないかもしれない。いい感じになったんじゃないかなと思います。それでは今回の38号の花壇の大きい方と、あと棚、完成です。じゃん！今回の大きい方の花壇と、あと棚、完成しました！そして次回の39号は、これは多分組み立てなしかな？このすごい可愛い夜間と、あとオレンジの花を作っていくみたいです。これはあれかな？定期購読者特典についてきたラベンダーと似たような形で作るんじゃないかなと思います。形的に。お楽しみに。はい。で、今回のこのこの棚はそんなに、難しいことはなかったけど、サリーはね、ちょっと順番を無視してやってしまいましたが、本当はここ、片側に3つ板をはめ込んでから、こっちのね、もう反対側のこのはしごみたいなパーツをドッキングする感じだったんだけど、サリーのやり方でも特に歪んでもないし、大丈夫そうな気はします。はい。それと、あと、ちょっと失礼、なんか受け止めてるみたいになっちゃった。こっちの花壇の方なんですけど、お花の数はなぜかサリーの保管状況が良くなかったからか、ちょっとね、お花の数は足りてないんだけど、でも、そんなにスカスカな感じもしないで、きちんと花壇の形になってるので、これはこれで良かったんじゃないかなと思います。なんか失敗しちゃって、この緑の葉っぱの方もね、前回失敗しちゃって、これちょっとどうしようかなと思ってたんだけど、それもね、こう一緒に植えてあげると、そんなになんかハリボテ感もなくなって、ちょうど良くなったんじゃないかなと思っております。よかった。なんとかなった。はい。そんな感じで、それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。サリーのチャンネルでは、デアゴスティーニさんやアシェットさんの手芸のパートワークものや、あとクチュリエさんの手芸のキットを中心に制作しています。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回のピーターラビットの世界の動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てねー。See you。じー。テク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 。あら、おばさん。そんなに真剣にお花を見つめてどうしたの？あら、
いやね、この花壇に植えられている植物がどんな実をつけるのか想像していたんだよ。この花壇に咲いているお花って何か食べられる実になるの？いやー、それがよくわからないんだけどね。私としてはこの黄色いお花の形といい、キュウリかなんかがなってくれるんじゃないかなと思ってるんだけどね。ただ綺麗なだけのお花ってのも悪くはないけど、何か食べられるものになってくれないと腹は膨れないからね。いや、十分お花だけでもいいと思うんだけど、おばさん本当に食いしん坊だね。まあ失礼な子だね。しっかり食べてぐっすり寝て、そうしないとこの暑い夏は乗り切れないからね。あんたたちもしっかり食べてよく寝て、暑くなったら水分補給をしてこの夏を乗り切るんだよ。